古賀久保と堀越久保、それらの成立は関東の歴史を大きく変えました。後の歴史にも影響を与える2つの久保、その成立はどのようなものだったのでしょう。はいどうも皆さんこんにちは。今回は古賀久保と堀越久保についてお話ししていきます。前回の動画では教徳の乱がどのように起きたかについて見ていきました。この動画から視聴した人はそちらを先に視聴していただきたいのですが、簡単に言うと鎌倉久保足利重氏と関東管領上杉氏との間で戦いが勃発し、足利重氏が連勝を重ねていったと言えると思います。しかしそんな状況を幕府が黙って見ているわけがありません。今回の動画は幕府が関東の情勢に介入し、その結果古賀久保と堀越久保が成立するところまでのお話です。それでは前回の動画の続きから見ていきましょう。教徳の乱の序盤戦は重氏優勢で戦況が進んでいき、戦場は北関東へと移っていきました。しかしこのような状況を幕府が放っておくわけがありません。関東での戦乱発生の報告を受けて幕府が決めた方針は上杉方の支援、つまり重氏討伐でした。こうして将軍足利義政は教徳の乱に介入していきます。幕府の政策はたくさんあり、今回の動画では新関東管領の派遣、防衛ラインの武士たちの派遣、新鎌倉久保の派遣、柴義俊の派遣、以上4つについてお話ししていきます。まず新関東管領の派遣についてですが、この頃関東管領は空席となっていました。前任の関東管領上杉憲忠が足利重氏に殺されたからです。この上杉憲忠の暗殺により教徳の乱が発生したという、いわばきっかけとなった出来事でしたね。そうなるともちろんですが、関東管領がいなくなっただけでなく、山内上杉氏の当主もいなくなったことになります。こうして任命されたのが上杉房明です。この上杉房明は当時20歳、京都で足利義政に仕えていた人物です。彼が幕府から任命されて関東へと下校、上杉方の総大将となります。次に防衛ラインの武士たちの派遣についてお話しします。以前義則の動画で幕府は越後、信濃、駿河で防衛ラインを構築していったというお話をしたと思います。これより西が幕府の管轄、これより東が鎌倉府の管轄だったので、もしもの時に備えて境界となる国々の防御を固めたという話ですね。そのもしもの時がついにやってきたのです。足利義政は越後の国の上杉氏、信濃の国の小笠原氏、駿河の国の今川氏に軍勢を催促、重氏討伐を命じます。この命令を受けて上杉氏と今川氏は動きますが、小笠原氏は動きませんでした。というのも教徳の乱発生を受けて小笠原氏内部も久保方と上杉方に分かれており、重氏討伐を邪魔する勢力がいたからです。こうして幕府からの援軍が関東へと到着。特に注目すべきことは今川氏による鎌倉占領です。鎌倉にいた重氏の味方ももちろん抵抗していますが、幕府から送られた今川氏によって鎌倉を追われ、武蔵府中へと落ち延びています。さてこうなると足利重氏は困ります。本拠地である鎌倉を幕府、つまり上杉方に占領されたのです。しかも上杉方は武蔵の国、相模の国に勢力基盤を持っていましたので、重氏が鎌倉を奪い返そうと思ったら上杉の勢力圏を突破する必要があります。それはリスクが大きすぎるということで、重氏は鎌倉に帰るという選択肢を捨て、これ以降本拠地を古賀に置くことになりました。こうして足利重氏が古賀久保と呼ばれるようになるのです。また幕府が上杉に味方したことによって重氏率いる久保方の勢力は焦ります。重氏に味方する人々の中には幕府の敵にはなりたくないと思う人が出てきて、上杉方への寝返りが始まります。幕府の敵にはなりたくないと思っていたのは重氏も同じで、これ以降も重氏は自分の正当性を主張して幕府との和睦を望み続けていくのです。重氏としては、私が戦っているのは上杉で幕府とは戦いたくないという考えだったのでしょう。こうして関東は重氏率いる久保方と上杉氏率いる上杉方、2つの勢力に分かれることとなり、
各地で大小様々な戦いが行われていきます。しかし勝敗を決するような戦いはありませんでした。こうした戦いの中、上杉方は古学坊重氏に対抗するような拠点を作ろうと考えます。こうして作られたのが伊香保の陣です。当初伊香保の陣は上杉方の前線基地として作られましたが、次第に上杉方の本陣のような役割をするようになっていきます。こうして関東を利根川で2つに分けるような形で、西側を上杉、東側を重氏が勢力圏としていくのです。さて、話を元に戻しましょう。足利義政の介入政策についてでしたね。次は新鎌倉公方の派遣についてお話しします。新鎌倉公方といえば旧鎌倉公方もいたわけで、旧鎌倉公方はこれまでお話ししてきた通り足利重氏です。しかし足利重氏が上杉方に対抗したことで、上杉方を支援している幕府としては、足利重氏は鎌倉公方じゃなくなった、新鎌倉公方が必要だと考えるのです。こうして足利義政によって選ばれたのが腹違いの兄である足利正友です。もともと足利正友は天龍寺のお坊さんで、当時は清久と名乗っていました。しかし新鎌倉公方になるにあたって還俗、つまりお坊さんから一般人に戻って名前を正友と改めたのです。足利義政はこの足利正友を新鎌倉公方として関東に送りました。この時補佐役として一緒に派遣されたのが渋川義兼です。この2人は実質的に新鎌倉公方と新関東管領なんですが、関東管領はすでに上杉房明を送り込んでいました。なので上杉方に遠慮して渋川義兼は関東短大という役職に任命されました。こうして2人は伊豆へと到着して鎌倉は目前となりますが、なぜか正友は箱根を越えません。彼らが鎌倉に行かなかった理由は分かっていませんが、鎌倉は戦乱の真っ只中で危険だったとか、幕府と連絡が取りやすい伊豆にしたとかのいろいろな説があります。とにかく正友は新鎌倉公方としての政務を行い始めます。とはいえ鎌倉にいないのに鎌倉公方というのもおかしな話です。足利正友はその後少し離れた堀越に拠点を移したので、これ以降足利正友は堀越公方と呼ばれるようになるのです。それでは最後に柴義俊の派遣についてお話ししていきます。柴氏といえば畠山、細川、柴の三管領の家の一つです。価格もその中で最も高く、その柴氏の当主を務めていたのが柴義俊でした。義政はそんな柴義俊に関東への出撃を命じます。こうして柴義俊は京都を出発、幕府の大軍が関東へ向けて動き始めました。しかしなんと柴義俊は進路を変更、関東へは向かわずに越前へと向かい始めました。というのも当時柴氏内部では当主の柴義俊と火災の甲斐上智の間で越前の国の支配権をめぐって対立構造ができていました。柴義俊は軍勢を率いて甲斐上智の拠点である敦賀を攻撃しに行ったのです。しかもあろうことか柴義俊はこの戦いに負けてしまいました。これに激怒した足利義政は柴義俊を追放しました。以上見てきたように足利義政は京徳の乱に様々な介入を行っていきました。今川氏が鎌倉を占領するなどの功績も見られましたが、小笠原氏が動けない、足利正友が鎌倉に入らない、柴義俊が関東に向かわないなど計画がうまくいかなかったということもまた事実だと思います。こうして上杉方は想定よりも救援が少ない状況で重氏方と戦うことになり、できる限りの軍勢で挑んだものの負けてしまいます。こうして京徳の乱は膠着状態へと進んでいくのでした。さていかがだったでしょうか。前回の動画で見てきた重氏の快進撃に対して今回の動画で見てきた幕府の反撃はいまいちパッとしません。足利義政としては積極的に軍事介入して頑張っているのに、みんなが言うことを聞いてくれないってところでしょうか。さて次の動画では京徳の乱の長期化についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。